お茶、サブチャンネルの暗号です。サブチャンネルは気ままにバカげしそうな暗号資産を探すチャンネルです。気ままなので話を鵜呑みにせずに、投資をするときは自分で十分調査してから投資判断をしてください。なお、企業案件は一切せず忖度なしの話です。今回の当てはこれです。ドーン！日本初上場のエイプコインはバカ上げするのか？エイプコインを直訳すると、サルコイン。わいはサルコインや！エイプコインはベイシーの暗号資産です。ボードエイプヨットクラブ。退屈な猿のヨットクラブ。略してベイシー。ベイシーの猿のイラストは暗号資産業界では有名です。これです。ドン！ 2021年にベイシーの猿のイラスト1万枚が販売されました。現在の最低価格は 61.5 イーサ。現在レートで1453万円。高い！気軽に買える金額ではないね。2021年にベイシーの NFT 保有者にベイシーに投与する薬の NFT が配られ、薬を投与するとベイシーが突然変異してメイシーという NFT が無料でゲットできました。その他、ベイシーの保有者にバクシーという犬をモチーフにした NFT も無料配布されました。つまり、ベイシー関連の NFT には、ベイシー、メイシー、バクシーがあります。そして、2022年3月にエイプコインが発表され、ベイシーとメイシーの NFT 保有者にエイプコインが無料配布されました。チャートだ！これはエイプコインの集約チャートです。エイプコインが上場したのは2022年3月17日。上場発言は1ドル。エイプコインはバイナンスの IEO 銘柄ではありませんが、エイプコインが発表された直後に大手取引所のバイナンスに上場して話題になり、上場日に最高値28ドルをつけました。1ヶ月半後の4月に 27.6 ドルをつけた後暴落モードに変わり、さらに1ヶ月半後の6月に 3.0 ドルまで下がりました。その後は価格が伸びず、上場日以外の最安値は2022年11月につけた 2.6 ドル。黄色の期間が今年2023年の値動きです。2023年の元旦発は 3.6 ドル。暗号資産全体の上昇に合わせてエイプコインも上昇し、1月26日に年初来高値の 6.4 ドルをつけました。元旦発から 76.5% アップ。しかし、その後は下落基調が続き、3月8日に日本に初上場した日も下落。3月20日の現在価格は 4.3 ドル。元旦発から 19.6% アップの状況です。チェンジ！これは2023年1月1日の価格を 0% として、現在まで何%変化したのかを表したものです。時価総額上位のコインとエイプコインを表示しています。エイプコインは14個中12位。ちなみに最下位は同時コインのプラス 6.9%。最下位から2番目は XRP でプラス 13.5% です。1位はソラナでプラス 123%。元旦価格から 2.2 倍です。2位はビットコインでプラス 67.2%。このように暗号資産全体の上昇が強まっている中、エイプコインはまだあまり伸びていません。エイプコインの価格が伸びなくなった理由の一つとして考えられるのは、2022年12月に開始したステーキングです。ステーキングはコインを預けて報酬を得ることです。エイプコインのステーキングはエイプコインをステーキングできるだけでなく、ベイシー、メイシー、バクシーの NFT をステーキングしてもエイプコインを報酬としてもらえます。公式サイトの他にバイナンス NFT でもベイシー、メイシー、バクシーのステーキングができます。ステーキングを導入するメリットは、投資家に長期保有のインセンティブを与えることでコインの人気や知名度をアップさせることができるのと、ステーキングをする投資家が増えるとコインの売り圧が下がるので価格の下落を抑止することにつながります。であれば、エイプコインの価格が最近伸びていない理由の一つが、ステーキングというのはつじつまが合っていないように思いそうですが、
ポイントはステーキングの利回りです。最近ツイッターで報告されたエイプコインのステーキング利回りを参考にさせてもらうと、ベイシーの NFT ステーキングは年利 150.5%、メイシーは年利 159.4%、バクシーは年利 163.7% です。1年で 2.5 倍。ただし、この年利は24時間あたりの報酬をもとに見積もられた年利です。全体のステーキング量の変化に応じて24時間あたりの報酬も変化するので、確実に年利 150% で報酬がもらえるというわけではありません。現在の公式サイトに表示されているステーキングの24時間の報酬をもとに年利を計算すると、エイプコインのステーキングは年利 67.1%、ベイシーのステーキングは年利 125.5%、メイシーのステーキングは年利 131.7%、ベイシーとバクシー、またはメイシーとバクシーをペアにしたステーキングの年利は 133.5% です。この年利も24時間あたりの報酬が変化することで年利も変化します。今は年利 100% 以上ですが、ステーキングの利用者が増えると今後は報酬が減っていくと考えられます。このように現在のエイプコインのステーキングの利回りは他の主要コインと比べて高いです。例えば、あるコインを1万枚買って1年間預金したら1万枚もらえるとしたらとても嬉しいけど、他の人も同じようにコインをもらっていたらどうなるか。そうです。コイン1枚あたりの理論上の価値が薄まるので、仮にコインの時価総額が変わらないと仮定すると、コイン1枚の価格がだだ下がりしていくことになります。さらに、ステーキングしないとインフレに打ち勝てないとなると、ステーキングをしない短期の開発も高まりづらくなります。このように、2022年12月から始まったエイプコインとベイシーの NFT ステーキングの巨大年利が、エイプコインの価格にネガティブな影響を及ぼしている可能性があります。チャート赤い線はエイプコインの予想インフレ率です。予想インフレ率は1ヶ月分の流通枚数の増加ペースをもとに、その増加ペースがついた場合、1年後に何%流通枚数が増えているのかを見積もった数値です。黄色の線はエイプコインの発行上限で10億枚。緑色は流通枚数の変化で、現在の流通枚数は3億6859万枚。発行上限の 36.8% が流通しています。2022年前半のインフレ率は 30% から 33%。2022年後半はしばらく増加せずに急に増える、しばらく増加せずに急に増えるを繰り返しているので、インフレ率は安定していません。ステーキングが始まる前の11月に約5400万枚が一気に増えました。ステーキング開始から3年間で1億7500万枚を付与する予定になっているので、今年もどっかのタイミングで流通枚数の報告が大きく増えるのかもしれません。なお、エイプコインの使い道はステーキングだけではなく、エイプコインのプロジェクト方針について投票するためのガバナンストークンやエコシステムの決済にも使えることになっています。なので、将来的にベイシーのメタバースが人気を集めた場合、エイプコインの価格にプラスの影響を及ぼすことになるので、ベイシーのメタバースが成功する方にかける場合、今は価格がだだ下がりしたとしても、ひたすらステーキングで枚数を増やす作戦もありだと思います。以上、日本初上場のエイプコインは爆上げするのかでした。この動画が参考になったらグッドお願いします。爆買いコインを探すためにチャンネル登録お願いします。Twitter では暗号資産の速報をしているので利用してください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ワイはサルヤ、プロゴルファーサルヤ。つむじ風マウティグラウンドで狙うはグリーンのターゲット。大地をつかむ両足と闘志をつなぐ両腕に命をかけたこの一打。白いボールよ人を覚えよう。